あなたは誰にでも何にでも平等に接することができますか？天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。坂本龍馬。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は坂本龍馬の言霊を紹介していきます。あなたは誰にでも何にでも平等に接することができますか？この問いに坂本龍馬の名言が心に響くかもしれません。この言葉は全ての人間は平等であるという深い意味を持っています。坂本龍馬は19世紀の幕末から維新期にかけての日本社会の動乱の中で新しい時代の礎を築いた人物です。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず坂本龍馬のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、パミュです。今日は坂本龍馬について深く知れたらいいなと思っています。実は私、幕末の歴史にはとても疎くて、いつか学びたいなって思っていたので、今日はとても楽しみにしてきました。やっぱり最初はどんな環境で育ったのかという人物像から教えていただきたいです。こんにちは、ハミルさん。龍馬のこと一緒に学ぶの楽しみにしていたよ。それじゃ龍馬の出自と家族のことについてちょっと話すね。龍馬は1836年に土佐藩、今の高知県で生まれたんだ。家族は土佐藩の下級武士の家で、経済的にはあんまり余裕がなかった。そんな中でも龍馬は明るくて社交的な性格で、若い頃から人との交流を大事にしてたんだ。龍馬が生まれた土佐は江戸時代の日本では辺境で、他の大藩と比べて藩の制度や文化が閉鎖的だったんだ。その環境で育った龍馬が後に幕末の中心で活躍するのは、彼の広い視野と改革への強い意志が原動力だったんだ。彼の人柄や人付き合いも家族や出身地の文化が影響してると思うよ。龍馬の生い立ちからなんで後に多くの人に信頼されたか少しずつ見えてくるんじゃないかな。明るく社交的な人だったんだね。少年時代から青年期にかけての龍馬のことをもっと知りたいな。ではちょっとした冒険談を教えるね。若い頃の龍馬は社交的で好奇心旺盛で、冒険心も強かったんだ。彼が土佐藩の藩校生中間で学んでた時、武術だけじゃなくて儒学や軍学もやってたんだけど、彼は特に剣術が得意だった。この武術の才能が後の人生で彼を支えることになったんだ。でもただの武士としてじっとしているのはつまらないと思った龍馬は24歳の時に故郷を離れる決断をしたんだ。そして長崎に向かった。新しい知識を得たり、異なる文化に触れるチャンスだと感じたんだろうね。長崎では西洋の学問や理術に興味を持ち、特に船舶技術に惹かれてたんだ。そこで日本初の商社亀山社中、後の海援隊を立ち上げる機会にも恵まれた。青年期の龍馬は自分の限界を広げるために積極的に新しいことにチャレンジし続けたんだ。彼のこの冒険心が日本の歴史を大きく変える一因になったと言えるよ。大きな偉業を達成した人ってきっと冒険心を持っていないとダメなんだろうな。この時代の状況とか、龍馬がどんな風に関わっていったのかとか、そのあたりを詳しく学びたいです。幕末の政治状況について伝えるね。この時代、日本は大きな変革の時期に入っていた。幕末の日本では鎖国政策からの脱却や国際的な開国をめぐって進歩派と保守派の対立が激しかったんだ。1853年にはアメリカの黒船が来航して開国を迫ったことが日本国内での政治的な混乱を引き起こしたんだ。龍馬はこの時代の流れを感じ取って日本の未来に大きな変革が必要だと確信して行動を起こした。龍馬はいろんな場所を訪れて多くの志士たちと交流を深めた。特に薩摩藩や長州藩などの志士たちとの連携を深めながら、龍馬は幕府に代わる新しい政治体制の構築を目指し始めた。その過程で龍馬は薩長同盟の仲介役として活躍し、これが明治維新の流れにつながっていったんだ。黒船ってペリーが来てってやつだよね。開国していいよっていう派閥と保守派に分かれて大混乱って、なんか私のクラスでも文化祭の出し物決めるときとかそんな感じになったことはあるので超共感です。龍馬は具体的にはどんなことに関わったり解決したりしていったんですか？坂本龍馬が具体的にどう関わってどう解決に導いたか、その部分を話してみよう。龍馬は幕末の政治的混乱を収拾するためにいくつかの重要な役割を果たした。特に注目すべきは彼が行った2つの大きな動き、薩長同盟と大政奉還の仲介だよ。薩長同盟の成立。龍馬はしばしば対立していた薩摩藩と長州藩を同盟に導いたんだ。
この同盟は1866年に成立し、両藩の力を結集して幕府に対抗する大きな一歩になったんだ。大政奉還の提案と実現。龍馬は将軍徳川慶喜に対して政権を天皇に返す大政奉還のアイデアを提案した。この提案は最終的に実現し、幕府が政権を天皇に返上する形で明治維新へとつながったんだ。これらを通じて龍馬は分裂と対立を乗り越えて新しい時代への道を切り開いたんだ。彼の成果は日本が近代国家へ進化するための道を開いたと言えるね。すごいリーダーシップ、憧れちゃな。とても魅力的で、現在でも多くのファンに愛されている理由がよくわかりました。そして龍馬の全てを知るには一本の動画じゃ尺が足りないですね。私は今日絶対に言霊の背景について知りたいので教えてほしいです。龍馬はなんで天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずという言葉を発するに至ったのか、ぜひ教えてください。ハミルさんが興味を持ってくれて嬉しいよ。では次のセクションで詳しく考察していきましょう。坂本龍馬の天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずという言葉について、その背景を掘り下げてみよう。龍馬が生きた幕末の時代、日本は厳格な身分制度によって社会が固定されていたんだ。この制度では武士、農民、工人、商人といった明確な階層があり、それぞれの身分に応じた義務と権利が定められていた。でもこの制度は個人の能力や野望を抑制し、社会の進歩を妨げる一因ともなっていたんだ。龍馬自身も下級武士の家に生まれ、身分制度の制約を身近に感じて育ったんだ。彼は個人の能力が抑圧されることに強い疑問を抱き、全ての人が平等に扱われるべきだという考えに至ったんだ。身分制度に対する反感が、天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずという言葉を言う背景となった。身分や地位に関係なく全ての人が平等であるべきだという彼の強い信念を表しているんだ。やりたいことができないってすごく辛いことだから、それを改善しようとしたんですね。龍馬はその好奇心を平等に対して使おうと決めたきっかけにたいのがあったんですか？龍馬が平等という価値観に強く惹かれるようになったきっかけについて考えてみよう。龍馬が平等の価値を深く追求し始めたのは、いろんな人と交流する中で異なる背景を持つ個人が直面する不公正や制限を目の当たりにしたからなんだ。特に影響を受けたのは貴武士や外国人と交流し、彼らの知識や技術、異なる文化や生活様式にたくさん触れたから。経験から龍馬は日本の既存の身分制度が個人の可能性をどれほど制限しているかを痛感したんだ。また開国後に接した西洋の思想、特に自由と平等の概念が彼の考えに深い影響を与え、これらの価値を日本社会にもたらす必要があると強く感じるようになったんだ。好奇心と新しい知識への渇望が原動力となり、それが平等という理念を追求するきっかけになったんだ。彼はただ不平等に対して批判的であるだけでなく、具体的な改革を推進し、日本をより開かれた社会にするために行動に移した。その中で全ての人が平等に扱われるべきだという強い信念を持つに至ったんだ。龍馬の生涯を通じて見られるテーマであり、彼が今日に至るまで多くの人々に尊敬される理由の一つだよ。やっぱり新しいことに触れるって大切なことなんだ。でも私、新しい出会いってちょっと緊張しちゃって、龍馬もきっといろんな経験をしたり出会いがあったんですよね。龍馬の話を聞けば私も行動できるようになるかな。龍馬が多くの新しい出会いを経験したことは事実だ。彼は脱藩後、異なるルーツを持つ人たちとの出会いから多様な視点を学び、それが彼の思想や行動の基盤を形成する助けになった。特に異国の文化や技術、異なる社会システムに触れることで彼の視野は一層広がったよ。彼は異なる意見や考え方に耳を傾けることで、より大きな目標に向かって前進することができたんだよ。緊張は自然なことだけど、それを乗り越えた時に得られる経験と成長はとても価値のあるものだよ。龍馬の物語から勇気をもらい、新しい一歩を踏み出してみてはどうかな。なるほど、広がったビジョンや新しい出会いは未来の目標に活かせるってことなんだ。龍馬はこうした経験でより大きな目標に前進することができたってことですが、最終的には何を目指していたんですか？坂本龍馬が最終的に目指していたのは、日本を一新し、より公平で開かれた国にすることだったよ。彼の活動は単に政治的な改革にとどまらず、日本全体の構造を変えることを目指してたんだ。新しい国体の創設、旧来の幕藩体制を超えた新しい国体の創設を目指したんだ。これは天皇を中心とする政治体制を構築することで、日本を一つの統一国家として再編すること。幕府のような独裁的な体制ではなく、より民主的で公平な政治が行われるべきだという観点からの提案だった。
国際的な開国と交流の促進。日本が完全に開国し、国際社会の一員として活動することの重要性を理解してたよ。彼は西洋の技術や文化を積極的に取り入れ、日本の近代化を推進しようとした。インフラ整備や教育の改革も含まれていて、西洋の進んだ科学技術を取り入れることで、日本を国際的に力のある国に変貌させようと考えてたんだ。平等と自由の精神の浸透。龍馬は、全ての人間は平等であるという理念を重んじてた。この精神を日本社会全体に広めることを目指し、身分制度の撤廃や民間人の政治参加の促進など、より自由で平等な社会の実現を追求したんだ。これらの目標は、彼自身の生涯を通じて完全には達成されなかったかもしれないけど、明治維新を通じて日本の大変革の基礎を築いたんだ。龍馬のビジョンは、今もなお多くの人々に影響を与え続けているよ。ハミルさんが新たな行動を始める際の励みとなれば、それはとても素晴らしいことだよね。経験を生かすことの価値がよくわかりました。最後に、龍馬の残した言霊、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず、を発するきっかけや、人々に広く知られるようになったきっかけみたいな出来事ってあるんですか？具体的な状況についての詳細な記録は少ないけど、龍馬の生涯や行動を通じて、この言葉が彼の核となる思想を反映しているのは明らかだよ。龍馬が西洋の思想に触れ、日本の身分制度の不平等に疑問を持った経験が、この言葉を口にするきっかけとなったと考えられるよ。坂本龍馬の言葉が広く知られるようになったのは、彼の死後、彼の業績や思想が評価されるようになったからだよ。特に、彼の生涯を描いた書籍やドラマ、映画などのメディアを通じて、彼の名言や業績が広く伝えられるようになり、彼を象徴する言葉として広まっていったんだ。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずという言葉は、普遍的な価値を持っているからこそ、多くの人々に共感され続けているんだろうね。なるほど、なんか力が湧き上がってきました。龍馬という人は、時代を超えても力を与えてくれる魅力的な人物だったんですね。今日は本当にたくさんのことを学べたし、明日からのパワーももらいました。最後に私たちのこれからにどんな風に活かせるのかお話しさせてもらいたいです。龍馬の話がハミルさんにとって刺激になり、パワーを感じていただけたようで本当に嬉しいよ。では次のセクションでは、私たちに活かせることについて一緒に考えてみよう。坂本龍馬の人柄や考え方から私たちの生活で得られるヒントを考えてみよう。ここに龍馬から学べることを挙げてみるね。冒険心を持つこと、平等と公正の精神を持つこと、大きなビジョンを持つこと。自分自身に役立ちそうなヒントはあったかな。もしあればそれについて話してみよう。ありがとうございます。お恥ずかしいですけど、私自分の話ばっかりになっちゃって、一番大切な平等の心を持つことについてまだしっくりきていないんです。平等の心を持つことってどうやっていけばいいのか、ディスカッションさせていただきたいです。平等の心を持つことについて一緒に考えていこう。平等の心とは、すべての人を公正に、そして偏見なく扱うことを意味するんだ。特に他人にどう接しているかを考え、偏見や先入観にとらわれていないか見つめ直すことが大切だよ。人々はみんな違う背景を持っていて、文化や宗教、性別、年齢、社会的地位など、いろんな要素がそれぞれの人生を形作っているから、違いを認識し、尊重することが大切だよ。そうすれば、意思決定の際には、多様な声が反映されるようになるからね。ハミルさんがここで学ぶように、歴史や異なる文化、社会問題について学ぶことも、広い視野を持つ手助けになるはず。龍馬も、一人一人が少しずつ成長していくことで、社会全体が変わっていくと信じていたんだと思う。はい、龍馬のようなパワフルな人になりたいので、頑張ります。整理すると、いろんな考えがあって、複数の人たちが平等になるためには、その人の考えや状況を知らなきゃいけないわけで。あ、そうか。だから、多様性を尊重する心や、新しい知識や理解を深めることが大事ってことですよね。龍馬の言霊から学べることって、そういうことですよね。まさにその通り。龍馬の活動は、当時の日本社会を変えるための一連の小さなステップから成り立ってたんだ。彼が直面した課題もかなり複雑で、様々な背景を持つ人々との対話や協力が必要だったんだよ。龍馬の言葉典は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずは、すべての人が平等であるべきという彼の信念を表してるけど、それを実現するには、様々な価値観や意見を理解し、
尊重することが欠かせないんだ。すべてすっきりしました。龍馬の素晴らしさに触れて、自分にも活かせないかなって思ったら、少しモヤモヤしたんですけど、全部つながった感じです。すごくいいね。龍馬の冒険心や大きなビジョンに触れて、それを自分の成長にどう活かせるか考えること、とても意味があると思うよ。他にも私たちが活かせそうなこととして、冒険心を持つこと、大きなビジョンを持つことが挙げられました。皆さんもぜひコメント欄で坂本龍馬の言霊について語り合いましょう。コメント欄で盛り上がるのを楽しみにしてるよ。各自の考えや経験が集まると、もっとたくさんの気づきや新たな発見が生まれそうだね。今回の動画を最後までご覧いただきありがとうございました。坂本龍馬の言霊について一緒に学び、考えを深めることができたのは皆さんのおかげです。ここでもう一度あなたに問いかけます。あなたは誰にでも何にでも平等に接することができますか？天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずという言霊から多くを学びました。この言葉が示す平等という価値は、現代社会だからこそ大事にできたらいいなって思いました。今日はありがとうございました。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。